こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガーファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。メンバーシップ動画も上げましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず ETF 関連では、シーボがビットコイン US ETF インデックスのオプション取引を開始すると発表しています。米国で上場されている各ファンドの ETF の価格が反映されているインデックスのオプション取引ですね。12月2日から開始予定とされています。あと昨日の米国の ETF のフローはまだ全部が公開されてませんが、現時点では全体でマイナスとなっています。ブラックロック、フィデリティあたりから流入がなければ4日連続の流入でストップとなりそうですね。あとイーサは相変わらずマイナスとなっています。今回もマイナスだと7日連続のマイナスとなりそうです。香港はまだ更新なしとなってますね。あとオンチェーン関連では最近の市場の高騰から仮想通貨市場全体の時価総額が 3.4 兆ドルに達してまして、再度 AT 値を更新したことが話題になってますね。ビットコインの価格は現在 98,800 ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では各国の PMI、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありました。米 PMI は約2年半ぶりの高水準が話題になってるんですけども、一方他の PMI は全体的に前回予想を下振れしてまして、この影響からかまた米ドル高傾向になってます。米株各指数は上向きになってまして、金ゴールドも上がってますね。ビットコインも一時 99,500 ドル突破してまして、再度 AT 値更新となってます。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.66%、額としては635億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.7%、バイナスミンはショートが 57.5% と上入りになっています。今後の指標としては11月25日にドイツ IFO 景況感指数10月、イスラエルの基準金利、11月26日に米住宅価格指数、11月27日に米新築住宅販売件数、米コンファレンスボード消費者信頼感指数、米リッチモンド連携製造業指数、米実質 GDP 改定値、FOMC 議事録などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、先日のゲンスラー氏の辞任によって米国方面での訴訟や規制が緩和されて仮想通貨市場に追い風になるんじゃないかという見解などが出てます。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想ではビットコインが未だ単独で強いもののですね、10万ドルの攻防に差し掛かっていることと、週末最終日であることから、米市場閉場前に手仕舞いする人が増えて、一旦調整に入るんじゃないかと。なので、11月23日、AM6 時時点のビットコインは、昨日の 98,013 ドルよりも下という予想でした。で結果としては各 PMI 発表後もですね、米株が上向きになりまして、ビットコインもそれに沿って上昇、一時 99,500 ドルを突破して再度 AT 値更新となりました。そして判定時刻の11月23日 AM6 時時点では 99,164 ドルということで 98,013 ドルよりも上なんで外れです。やっぱり強いね。3連勝までは行くんですけどね、次は本日土曜なんで、来週の米市場平常日11月26日 AM6 時時点の予想ですね。98,000 ドル台って微妙。週足確定からの調整っていうのもありますけども、月足確定も近いんで、そこまで続伸する可能性もありますね。ただ週明けまた指標も並んでるんで、明日ですかね。なので11月26日 AM6 時時点のビットコインは現在の 98,853 ドルよりも下、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら日足は連続陽線となってまして、週足も4週連続陽線となってます。週明けまで指標もないので、週足確定後ですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3350ドル、BTC 建ては 0.0339 と、先物の方では OI は全体でプラマイゼロあたり、額としては202億ドル相当、200億ドル突破が注目されています。比率としては全体ではロングが 57.0%、バイナスミはロングが 78.5% と上入りになっています。ETF が未だに弱いもののですね、OI は高水準、BTC 建ても昨日の水準をキープしている状態です。ただ新たなファンドもなくですね、パフォーマンスとしても他アルトに劣っている状態が続いています。チャートだけ見たらドル建ての時間足では上向きになっているような形ですけども、アルトターンでここからさらに強くなれるのか注目ですね。あとその他の動向では、ゲンスラー委員長に続いて民主党の SEC 委員リサラガ氏が退任声明を発表しています。これで SEC 委員の構成が共和党員2名、
民主党員1名となったことで、またトランプ共和党が優勢となったことが注目されてますね。大統領から下院、そして SEC まで、共和党一色になりそうですね。あと英国の方では2025年に暗号通貨規制を発表予定となっています。主にステーブルやステーキング方面の新たな規制とされてまして、現在の決済サービス規則とは別で規則を制定するということで、改善後の普及が期待されています。であとはバイナンスがコンプライアンススタッフを年末までに645人増員すると発表しています。最近各所で人員削減が話題になりがちでしたけど、バイナンスは市場の盛り上がりに合わせて前年比プラス 34% 増員するとのことですね。あとアルト関連では SEC の訴訟対象になっていたアルトの続伸が目立ってますね。ソラナが AT 値更新、 XRP は約3年ぶりの水準、あとは遅れてエイダの高騰などが注目されてます。であとは同時の方でもイーロン・マスク氏が X の決済サービス X ペイメンツへの採用を匂わせたことでまた盛り上がってるようですね。あとエイダに関しては最近また量子コンピューターの話題が出てきてるんで、対量子コンピューターコインとしてまた注目されそうではあります。で量子コンピューターの話題は毎回市場が盛り上がるとともに出てきてですね、毎回ブロックチェーンの危機だと騒がれるんですけど、最後はいつも量子コンピューターはまだ実用化できてないって話で沈下するっていう、ムーブがねセットになってるんですね。ただあれからまた月日が流れて市場参加者も入れ替わってますし、今度こそブロックチェーンの暗号が解かれるみたいな話題が多く取り上げられて、市場がまた急落する可能性もあるかもしれません。でそれがいつ行われるのか定かではないですけど、過去にはね量子コンピューター起因での急落もあったんで、一つのシナリオとして考えておくのもいいのかもしれませんね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。